はい、皆さんこんにちは。この前、マリアム・ゴンザレスさんと彼のね、YouTube の収録したんですけど、あの人マジでほんとやばいっすね。いや、僕もね、結構都市伝説とか陰謀論でえぐい、グロいとか残酷なね、話聞いてきたんですけど、彼の話が本当にもうリアルにぶっ飛んでて、僕が人身売買とか拷問のね、都市伝説陰謀論を持っていたんですけど、それのリアルの現実のね、バージョンをね、語ってくれたんですね。改めて思うけど、やっぱ現実の方がね、残酷です。彼との対談が本当面白かったので、今度サロン企画もありかもしれないですね。今日のお話はそんな残酷な話とは真逆ですごいね、見終わった頃にはハートフルに、なる物語なんですけど、みんななんだかんだ考えてやっぱ気になるのがこの世界の真理だよね。人類はどこに向かって走っているのか、目的は何なのか、人類、自然、地球、宇宙、この全ての世界には大量に課題が存在しているじゃないですか。飢餓、貧困、環境汚染、児童労働、災害、教育格差、あげればキリがないんだけど、これを全て解決することが人類の課題なのか、これが宇宙の求めている答えなのか、難しいテーマではありますけど、一つね言えるのは、この世界の一つの法則で熱力学第二法則というものがあります。エントロピー。エントロピーとは簡単に言うと、無秩序な状態の度合いを測定して表す概念のことで、例えばボールがこのように整列している状態が秩序のある状態じゃないですか。これはエントロピーが1だとしたら、ビリヤードのようにボールをぶつけまくったら散らばりまくりますよね。秩序のない状態に。先ほどのがエントロピー1だったら、これはエントロピー50的な感じで、この綺麗なね部屋は秩序が取れてるからエントロピーが低いけど、この汚い部屋はごちゃごちゃしててエントロピーが増大してるっていうんですね。面白いことに、この世界の法則として、自然をそのまま放っておくとエントロピーは常に増大し続けてるんです。何もないところからビッグバンでね、世界が広がったように、まさに時間の矢と一緒で逆行はしないと。唯一そのエントロピーに逆らっているのが僕たち生き物なんですけど、だけどこの進むことによってカオスになっていく状態は必要だというんですね。なぜかというと、カオスな状況を解決しようとチャレンジすることが人類が前に進み成長する要因だからだと。この無限のサイクルを僕たちは生きているんですね。カオスが起きてそれを解決するためにチャレンジをして成長する。そしてまたカオスが起きてそれを解決するためにチャレンジをして成長する。これのサイクル。なんでサイクルになってしまうのかというと、一旦解決したとしてもまた別の問題が生まれてくるじゃないですか。この全てのね問題を解決できるモデルってないんですよ、今のところ。今正解だったとしてもその次の瞬間では正解ではないみたいな感じで、なんかファッションとかそうじゃないですか。今ねこのファッションが流行って言ってるけど、その5年後にはまた変わってるじゃないですか。けどまたそれが2、30年後にはまた同じファッションがブームになったりと、そんな感じで結局サイクルしてるんですね、常に。なのである意味カオスっていうのは変化を求めている状態で、そこに人類がチャレンジコミットすることがその前に進むことだと。だからカオスは必要だというんです。世界平和っていうものは実は存在しないのかもと。見方を変えればこの宇宙の法則、佐藤さんの言葉を借りると実装されたプログラム、スピリチュアル的に言うと意識みたいなもんですよね。これが宇宙の持っている意識なのか。でもね、宇宙が意識持ってるってどういうことって思うじゃん。その僕たちが考える人間的なこの意識ではないのかもしれない。宇宙そのものが持ってるこの生命、世界、自然全てをね存続させるためのバイオリズム。例えば人間って寝なきゃダメですよね、生きるためには。ほとんどの人は朝日が昇る頃に目覚めて平均16時間活動して、ゴールデンタイムという夜10時頃に寝るというサイクルがあります。これは日中働いたり遊んだりセックスした疲労による睡眠欲求と、起きている時の覚醒力がバランスよく作用しているからなんです。自律神経ですよね。人間の体は機能が正常に保たれるように、交感神経と副交感神経の2つの神経がバランスをとって交互にね活動しています。この吸って吐くっていうね、この深呼吸、呼吸もこのある意味その全てが存続するためのに実装されたプログラムですよね。これが人間ですけど、これの宇宙バージョン、ガイア理論とも言ったりします。地球というね惑星は大地、海洋、大気、生物などの生き物などが相互に影響を及ぼし合いながら作動している巨大な自律的制御システムであり、そのシステムの自律的な作用によって地球全体が生命に適した環境に維持されているという考えです。ガイアっていうのはギリシャ神話に登場してくる女神、守護神であり大地の象徴を表しているので、そこから名付けられているんですけど、この説を提唱したラブロック曰く、人類含む全ての生き物の誕生や進化はガイアシステムの中に組み込まれているので、その流れに逆行するような行為はシステム自体ガイアに負荷をかける行為だというんです。ここでいう逆行は、人類が進化するにあたって見つけた石油、石炭、天然ガスといった化石燃料の発掘です。先ほどエントロピーに唯一ね逆行しているのは生き物って言ったじゃない
ないですか。ある意味この宇宙規模のね生命体に逆らっているのがこの生き物なんですね。この考えの過激バージョンがその戦隊ものの悪役とかなのかもしれないよね。その人類を抹殺しろ、彼らはウイルスだみたいな感じで。話を戻すと、地球自体の温度を一定に保つことで熱くなれば冷却し、寒くなれば温暖にするといった作用を繰り返してきたんです。このガイアシステムを簡単に説明するため、ラブロックと気象学者アンドリュー・ワトソンは太陽からの熱によって気温が上昇したとしても、生物の総合作用により惑星全体の気温が一定の温度に保たれる可能性を論理的に示すモデルデイジーワールドを考案しました。デイジーはひな軸のことで、ひな軸しかない世界だとします。まず太陽からの熱によって一定の割合で上昇している架空の惑星があると考えます。その惑星には黒いデイジーと白いデイジーが咲いていると仮定し、シミュレーションを行います。惑星が寒冷期に入ると光を吸収する黒いデイジーが増え、黒い色が熱を保持するので、惑星が暖かくなると白いデイジーも増えます。しかし白色のデイジーは光を反射するので、徐々に惑星が冷やされていくんです。そうなると今度は惑星が涼しくなったことで白いデイジーが増えなくなり、また黒いデイジーが増えます。こんな感じでデイジーワールドの安定した温度は黒いデイジーと白いデイジーの相互作用と、それぞれのデイジーが気候条件を自律的に作り出しているという結果ということなんです。当たり前だけど、どちらのデイジーが極端に増えた場合は惑星は温度を保持できなくなり、ジエンド。こう考えると結構面白いよね。自然ってもしかして全ての存在が自分の役割をきちんと果たしながら地球、宇宙の存続を実現させているかもしれないという考え。ミクロ的視点で見るともちろん自分のエゴがあるからね、自分勝手に生きたいとか頑張るかもしれないけど、それは大きな視点でマクロ的に見ると全ての存続のための選択だったと。なのでみんな一人一人がこの日常的にしている選択とかが、もしかしてねこの宇宙生命全てをね存続させるための選択だったのかもしれないと。もしかして人間のエゴのように聞こえる考えとか行為自体も、それはある意味正解で、この全てを続けさせるための選択だったと。話を戻すと、逆にこの地球はどのようにね温度を保ってきたのか。特に熱くなりすぎたガイアを冷却するために必要なのは光と二酸化炭素を吸収してくれる存在です。これは簡単に想像できると思うんですけど、木、森、海や川といった自然のことですね。人間もそうだけど、体が熱くなったら汗をかいて皮膚を増やしますよね。でももし毛根や毛が減少してしまったらどうなんでしょう。体の内部に熱がこもって最悪体内の血が固まって死に至ります。毛ってそんな大事なの？怖っ。他にもガイアシステムは10億年という時間をかけて二酸化炭素やメタンガスを地中に閉じ込め、ガイアが過度にね温暖化しないようにしてきました。その閉じ込められているガスのおかげで地上は程よい気温を保ち、生命の誕生を手助けしたんです。まるで卵の羽化装置ですよね。誕生した生命は自然をためる手助けをし、その状態が保たれることでさらにガイアのシステムが維持されていく仕組みです。ただ人類発展のため地中にあるガスを掘り出して増やし、エネルギーを使いまくって、結果的にガイアのシステムが不安定になる。みんな体の中にさ異物のものが入り込んだら体はどうしようとします？年末にね、去年の年末に俺の体の人類が暴れまくった結果胃腸炎になりました。はい。追い出そうとしますよね。過去最高、類を見ない記録的ななんて言葉をニュースでよく見かけますよね。そして今起きているウイルス問題。たとえこれが自然発生だったとしても、人工的だったとしても、どちらでもよく、このタイミングでね、起きたということが重要なのかもしれないです。人の数が増えると、開拓する土地が広がり、自然を破壊し、その土地に住み着いた動物が食べ物を求め、開拓地に入ってくるようになる。人も増えたことで、新たな食料に手を出す機会が増えて、ウイルスに感染する動物も食べるようになり、免疫の持っていないウイルスと接触する機会が増え、パンデミックが起き、人が多ければ多いほど感染は広がり、大きな被害が出る。そしてこれ以上地球に住めなくなったということで、地球は他の惑星を求め宇宙に飛び立つ。イーロン・マスクが火星を目指したからというわけではなく、彼が目指さなくてもこのタイミングで人類が宇宙に飛び立つというのは実装されたプログラムなのかもしれないと。これが地球にとってのデイジーワールドなのかもしれないです。こうやって自然はね、うまく循環して生態系を守っていると。このガイア理論的な考え、実装されたこの宇宙のプログラム、意識をね、ちょっと、スピリチュアル的に解釈して物語にしたものがあるんですね。これがね、すごいハートウォーミングというか、ハッとさせられるので、ちょっとね、語りますね。ザ・エッグって言います。ザ・エッグ。君は家に帰っている途中で死んだ。
交通事故だった。ごく普通の交通事故だった。致命的だった。君は妻と子供2人を残した。死ぬ時は痛みはなかった。救急隊は頑張って救おうとしたが無理だった。君の体はもうボロボロで、実際この方が良かった。そして君は私と出会った。一体何が起こったんだと君は尋ねた。ここはどこだ？君は死んだんだよと私は答えた。ここで回りくどく言う必要はない。トラックが来て、そしてそれが急に滑って。そう。死んじゃったの？そう。でも気にする必要はない。皆いずれ死ぬのだから。君は周りを見た。何もなかった。ただ君と私の2人だけ。ここはどこなんだと君は尋ねた。ここは来世なのか？まあそうだねと私は答えた。あなたは神？そう。私は神。僕の子供たち、僕の妻、彼らはどうした？大丈夫なのか？いいことを言うね。君が死んだばかりだというのに一番の心配が家族だなんて、その心意気好きだよ。君は私を改めて見つめ直した。君にとって私は神には見えなかった。普通の男性か、もしくは普通の女性にしか見えなかった。なんとなく偉そうな気はしたが、それは神とかよりもどちらかというと小学校の先生に近かった。心配はいらないと私は答えた。彼らは大丈夫。子供たちは君のことを完璧なお父さんとしか覚えていない。憎く思えるほど一緒に時間をまだ過ごしていなかったからね。妻は表ではなくが本当は密かにほっとしている。実を言うと君たちの関係は崩れかけていたからね。気休めになるかわからないが、彼女はほっとしていることに対してかなり罪悪感を感じている。そうと君は言った。これからどうなるんだ？天国とか地獄とかに行くのか？どちらでもないよ。君は生まれ変わる。そうか、じゃあヒンドゥー教が正しかったのか。人々の考えは全てそれなりに正しいんだよと私は言った。少し散歩をしよう。我々は2人で虚空の中を歩き始めた。どこへ行くんだいと君は聞いた。特にどこへも行かないよ。歩きながら喋るのもいいじゃないか。意味はあるのかと君は尋ねた。どうせ生まれ変わったら空っぽなんだろう。ただの赤ん坊になって、だから今話してもこの命での経験や行動は関係ないじゃないか。いや、そんなことないよと私は答えた。君の中には今まで得た経験と知識が全て残っている。ただ今は思い出せないだけ。私は立ち止まって君の方に手を乗せた。君の魂は君が想像もできないほど壮大で美しく巨大なんだよ。人間の頭に反映したとしてもほんの一部しか収まらない。コップの水の温度を測るために指先を入れるようなもんだよ。自分の小さな部分をそこに入れて取り出す時には体全体にその一部の経験が伝わっている。君はここ48年間ずっと人間の体の中だったから意識を広げてその壮大さを感じ取る機会がなかったんだよ。しばらくここにいたら少しずつ思い出してくるけど、一つ一つの人生の間にそれをする必要はないけどね。じゃあ僕はもう何回生まれ変わってるんだ？そりゃもうたくさんさ。本当にたくさん。そしていろいろな人生にね。次は確か君が言う中世時代あたりかな。ちょっと待ってくれよと君は驚いて言った。僕は過去に飛ばされるのか？まあそう言われるとそうかもしれない。君の言う時間は君の世界でしか存在しないからね。私がもともといた場所では意味のない話になってしまう。もともといた場所？そりゃあるさと説明した。私だってずっとここにいたわけではない。別の場所から来た。そして私みたいな存在も他にいる。君がその場所の話をもっと聞きたいことはわかるが、説明しても君には理解できない。そっかと君は残念そうに言った。でも待てよ。時間がバラバラで生まれ変わるのなら自分と出会ったこともあるかもしれないじゃないか。そう、よくあることだよ。けどお互いの存在は自分の人生のことしか認識していないからそこで気づくことはない。じゃあ一体何のために？存在の意味か。ベタな質問だね。けど聞く必要は十分にあると思うと君は問い続けた。私は君の目をじっと見つめた。存在の意味。そしてこの世界を私が作り出した理由、それは君を成長させるため。人類のことか？人間に成長してほしいのか？いや、君だけ。私はこの世界の全てを君一人のために作った。人生を重ねることによって君は成長し、さらに壮大で完璧な知性となっていく。僕だけ？他の人々は？他はいないと私は答えた。この世界には君と私の二人しか存在しない。でも世界中の人々は全て君だよ。全員君の生まれ変わり。待てよ、全人類が僕だと言いたいのか？やっと分かってきたねと私は微笑んだ。今まで生きてきた人間がみんな俺？そう。そして今後生まれてくる人々も全員ね。俺が徳川家康？そして豊臣秀吉でもある。俺が
と君は動揺を隠せず聞いた。そして彼が殺した何百万人の人々、俺がイエス・キリスト？そして彼に従う全ての人々でもある。君は黙り込んだ。君が誰かを犠牲にするとき、それは自分を犠牲にすることになると私は続けた。君が人に親切にするとき、それは自分への親切となる。今まで経験された、そしてこれから全人類に経験されることとなる嬉しい思い、悲しい思い、これを全て君が経験する。君は長い間考え込んだ。どうしてと君は尋ねた。なぜこんなことをする？それはいつか君も私みたいになるから。君はそういう存在であるから。君は我々と一緒。君は私の息子なんだよ。そんなと君が信じられないように言った。俺が神だということか？いや、まだそうではない。君は胎児。まだ成長している途中。全人類すべての人生を経験した後、君は十分成長を積み、やっと生まれることができる。じゃあこの世界っていうのは卵と私は答えた。さあ、次の人生を始める時間だ。そして私は君を見送った。この話俺最初見た時本当感動しちゃったもんね。ハッとさせられるっていうか、みんな自分自身だと思えば他人に対する対応を考え直すことができるかもしれない。この世界の自然はね、大きなものを形成していく性質がありますよね。原子が集まって分子を作り、それが細胞となって多細胞生物となり、脳の大規模なネットワークを形成して、その人と人がインターネットでつながって、小さいものがね、大きな一つにつながっていく連鎖。最終的にはね、その一つになろうとするこの自然の法則、それが本当のね、この世界のもう全ての真理なのかもしれない。はい。皆さんの意見も聞かせてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。